鉄鎮工房へ、ようこそおいでくださいました。唐突ですが、皆さん、目の調子はいかがですか？年齢を重ねると、どうしても避けて通れないのが、老眼。ご多分に漏れず、鉄鎮もだいぶ進んできたので、老眼鏡が欠かせません。100均で、たくさん販売されていますが、すぐ壊れるんですよねこれが。例えば、ズボンのポケットにしまって、うっかり油をかいてしまうと、壊れます。他にも、お出かけの際、ポケットに忍ばせ。ほんじゃあ、行ってくるね。やっぱり壊れます。ズボンはやめて、胸ポケットに忍ばせれば大丈夫だと思っても、よちよち、重くなったね。破壊されました。壊れたメガネ、数知れず。何かいいアイデアはないものか。そうだ、いつも持ち歩いているスマホは、全然壊れないので、合体させたらどうだろうか？なるべく薄く、貼り付く感じで。イメージ的には、失礼しました。土台は、厚さ2ミリのアクリル板を使ってみます。まずは、スマホの寸法を測定し、それを挟み込めるくらいの大きさに切り出します。レンズは、これ、完全に壊れてはいませんが、鼻パッドの歪みと、緑青が湧いてきたので、これをばらしてレンズを取り出します。取り出せました。よく100円でこんなものが作れますね。大したもんです。外したレンズを、アクリル板に埋め込みます。こんな感じかな？レンズに、マスキングテープを貼り付けます。何をする気なの？って、これは、転写の基本ですね。貼り付けたマスキングテープを、レンズの形に切り抜き、アクリル板に移します。中央は鼻に当たるので、切り取り場所に印をつけます。メガネの縦幅は、適当です。次に、レンズをはめ込む穴を開けますが、方法は、ハンダゴテを使って溶断してみます。結構時間がかかります。他に、いい方法はないものか？やっと、片目取れました。もう片方、ドリルを使っていくつか穴を開けましたが、やっぱりこっちの方が早い気がしたので、続けてハンダゴテで溶断。取れました。鼻に当たる部分も削り取ります。マスキングテープを剥がすと、こんな感じ。両断面が汚いので、ヤスリでバリ取り。ティッシュ敷いてからやればよかった。ちょっと洗ってきます。綺麗になりました。次、サイドストッパーを取り付けます。スマホの厚さに合わせて、適当な端材を使って加工します。半丸ヤスリの丸い部分を使って片面を削ります。図のようにスマホ側面の R に合わせて削ることにより保持力を高めるためです。制作に夢中で録画一時停止解除を忘れたので匠の技をお見せできないのが残念。あとはポケットに忍ばせた時にあちこち引っかからないように角を削って滑らかにしておきます。ぴったりフィット、するかな？さあ、パーツが揃ったので、組み立てていきます。厚さが2ミリしかないので、ネジ止めすることはちょいと無理がありそうなので、接着剤で固定します。アクリル樹脂用接着剤。接着面をきっちり整えれば、一体化して、ネジ止めよりも頑丈になります。まずは、片側をしっかり接着して、スマホに合わせ込んで、隙間が開かないように、もう片側も固定します。さあどうかな？ワンタッチで脱着を狙ったのですが、ほぼほぼイメージ通りできたようです。よかったー。
さあ、最後の工程、レンズをはめ込みます。レンズの材質は、ガラスではなくプラスチックのようですね。開けた穴にきっちりと収まれば、アクリル接着剤が使えそうですが、ちょっと隙間があるので、UV レジンを使って固定したいと思います。自作 UV ライトを使って固めたいところですが、以前の動画でご紹介した通り、100均 UV ライトに勝負を挑んで、完敗しました。なので、敬意を表して、100均 UV ライトを使わせていただきました。匠の技、には程遠い出来栄え、まだまだ修行が足りん。カッターで削って修正します。とりあえず完成。実際に使ってみると、こんな感じです。最後、不要な角や出っ張りを研磨して完成させます。削り終わって、完成しました。どうですか？この薄さ。ワンタッチで、外して使用。使った後、スマホにはめ込むのも、ワンタッチ。揺さぶっても、外れることはありません。いかがでしたか？今回、残念な部分は、耳掛けができないので、片手が塞がること。普段使いはできませんが、ホームセンターやスーパーなどで、商品の注意書きや、レシート確認なんかに重宝します。ともあれ、スマホにくっつけておけば、ほぼ壊れないところが一番の利点。目的は達成されたと思っています。最後までご視聴、ありがとうございました。鉄鎮工房へ、また来てね。